こんにちは、ギターの上谷です。今回は比較的優しくて綺麗な初心者向け定番曲の一つとしてメルツのロマンスについてお話しします。メルツは1806年生まれのハンガリーのギタリスト作曲家です。時代としてはロマン派、ショパンやシューマンなんかと同じ時代ですね。ギターでいうとソルやジュリアーニは古典派、その後の時代の人ですね。ロマンスっていうのはその言葉のイメージ通りちょっとロマンチックな、叙情的な、音楽的に言うと甘いメロディーを展開していくような曲のスタイルです。なのでこの曲についてもタイトルからしてちょっと甘いロマンチックな曲っていうイメージを持ってもいいのかなと思います。で、楽譜を見るとまず最初にアダージオって書いてありますね。アダージオは緩やかにっていう意味です。音楽ではアンダンテっていうのが歩く速さっていうことで標準になってますけども、それよりはちょっとゆっくり、普通に歩く速さよりはちょっと遅い感じですね。なのでまずはじめはこれくらいの速さかなと思います。で、最初はピアノなのでゆっくり静かに始まる、そんな始まりですね。で、最初の和音、これですね。これは開放の E マイナーのコードですね。開放弦しか使ってません。なのでとても簡単なんですけども、でもピアノで始まる静かな出だしなので雑にならないように丁寧に弾いてください。で、そもそもこの曲は、シャープが一つで、シャープが一つだと G か E マイナーなんですね。日本語で言うと都庁長か補単調。で、この曲はE マイナーで始まって、で最後も E マイナーで終わってますので、曲としては E マイナー補単調だっていうことですね。そんなわけで簡単な開放弦の E マイナーのコードから始まってるんですけど、これは雑にならないように丁寧に弾くことが大切ですね。丁寧に弾くコツとしては、指をよく曲げるっていうことをね、意識するといいと思います。特に第二関節を意識して、こんな感じで。ピアノで弱いんですけども、しっかり弾く。I と M を一本の指のように揃えてよく曲げるようにするとバランスよく綺麗なコードがね、弾けます。右手の弾き方の基本については他の動画で解説している動画もあるので、よかったら参考にしてください。そして続いて今こうやって2小節ごとに区切って弾いたんですけども、これはやっぱり2小節が基本のまとまりになってるからということで区切って弾きました。最初の譜読みの段階ではちょっと初心者の人はね、いきなりこんな風に2小節パッと弾くっていうのはね、難しいと思いますけども、ある程度譜読みが済んだらこんな風に2小節単位ぐらいで続けて弾いてみるっていうことをまずやってみるといいと思います。で、音楽はやっぱりまとまり、フレーズっていうのがとても大事で、なので今4小節目まで弾きましたけど、続けて弾くとこんな感じですね。そしてその続き、5小節目は最初と同じですよね。この5小節目は1小節目と同じです。そして6小節目はちょっと変わってますね。そんな風にして最初と同じ繰り返しがあるんですが、違う方向に進んでいって、そして7小節目がこんな感じで8小節目まで来ました。で、この8小節目のところ、2小節目の後もそうですけども、4拍目のところに休符がありますね。こういうところはしっかり、今私は左手で音を止めましたけど、右手で止めてもいいと思います。消音をしっかりすることも大事ですね。で、ここまでのところでやっぱり大事なのは最初に言ったように甘いメロディー
っていうのがね、特徴のスタイルなので、メロディーだけちょっと弾いてみると、今4小節目まで弾きました。甘いメロディーをよく聴きながら、自分でも聴きながら感じながら弾くことが大事ですね。そして次9小節目ですね。ここはちょっとだいぶね、雰囲気が変わりますね。少し強い感じというか、動きがある感じになっていると思います。でこの曲数えてみると全部で20小節あるんですね。今弾いたのは9小節目からですから、ほぼ半分ぐらいのところですね。半分ぐらいのところで少し動きが出るというかね、変化があるっていうのは曲の構成として割とよくある形かなと思います。この曲もそんな感じで、この9小節目で少し動きが出てきますね。結構高い音まで急速に登っていきますよね。やっぱり高い音っていうのは緊張感の高いところにね、使われることが多いですね。そしてこれは9小節目と11小節目は同じ形です。でも次がこんな感じになって、この12小節目はかなり1小節にね、音がたくさん入ってますよね。で音がたくさんあるっていうのも盛り上がりを作る要素になりますね。でこの12小節には3連符が使われてますね。でこれが慣れない人にはね、ちょっと難しいかと思いますけども、一拍の中に3つ音を入れる、そういう形です。1、2、3、4、こんな感じですね。でこんな風に声に出して歌いながら弾くのって意外と難しいので、頭の中でね、歌いながら弾けばいいと思いますけど、それもまだちょっと難しいっていう人は、楽器を離れて、例えばタッ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 タみたいな形で拍を取りながら歌ってみる、そういう練習から始めるといいと思います。そうやってコツをつかんだら楽器を持って実際に弾いてみる、そんな風に練習してみてください。そしてここはよく見ると3拍目のところで低音のところにピアノって書いてあります。そして最後リタルダンドの指示もね、ありますね。なのでここでアテンポで最初のテンポに戻るっていうことですね。低音のところでちょっと音を弱めて、そして最後少しゆっくりにして、そして13小節目で音の速さに戻ると、そういうことです。でこういう指示っていうのはまずしっかり守っていくことが大事ですね。このアテンポのところはテンポが最初に戻るだけじゃなくて、最初と同じ形にまた戻ってきます。このね13、14小節目はちょっと最初の2小節目とね、真ん中のところが和音になっててちょっとだけ違いますけど、ほぼ同じですね。そしてここはねちょっとまた違った形に進んでます。でその次ですね、そこで今度フォルテ、さらに上にはアクセントまでついて高いドの音まで急に飛びます。こうですね。ここはフォルテの上にアクセントついてますからかなり強い、4拍目なのにアクセントついてるんですね。ここもだからちょっとドラマチックにね、変化のあるところだと思います。ちょっと少し前からいくとでその次またこれ同じ繰り返しなんですが、今度はピアノって書いてあります。でアクセントも取れてますね。なので同じフレーズを今度は弱く弾くっていうことです。ちょっとその前から弾いてみると
しコントラストを意識して1回目は強く2回目は弱く、これがなかなかね意外と難しいですけど、そこは何度も練習してやってみてください。そしてピアノで弾いたと思ったら今度またフォルテなんですね。このピアノの方、この後ここはフォルテです。私はちょっとフォルテは最後までフォルテじゃなくて、最後の小節はメゾフォルテぐらいちょっと音量を落として弾いてますけど、ここは好みかなと思います。ただこの終わりに来てね、フォルテ、ピアノ、フォルテ、これはなかなかちょっとドラマチックな展開ですよね。全体で20小節っていうのは小品ですよね。短い曲ですけども、最後にちょっとドラマチックな展開が待っているというか、そんな感じなので、ここをしっかりコントラストつけると効果的にね終われるかなと思います。いかがでしたでしょうか。今回は初心者向け定番曲としてメルツのロマンスについてお話ししました。いつもの通りご感想やご質問などぜひコメント欄にお書きください。ではまた皆さん、楽しいギターライフを。